それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、出会いがありますかということで、今この動画を見たタイミングから約3ヶ月以内に恋愛的出会いがあるかどうかっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速見ていきます。まずはルノルマンカード1枚出して、あなたの今恋愛的な出会いに対してどう感じているのか、テーマカードを1枚出していきます。その後タロットカードを展開していきます。はい、で読み解いていきましょう。そして最後に、もし出会いがありそうという場合は、どんな方との出会いが可能性高いのかなっていうところまで見ていこうと思います。ブーケのカードいいですね。もしね、新しい出会いがあったらいいなとかね、そのようなチャンスに恵まれたい、いい出会いがしたい、いい恋愛がしたいっていうあなたの前向きな気持ちっていうのが伝わってきます。で、今回出会い向けリーディングですので、いや、私好きな人がいるのでとかね、そういう方もご覧になってるかもしれないんですが、ベースとしては今出会いで見ている方向けのリーディングとなります。では今回はこちらのタロットカードを使って7枚カードを出していきます。あなたを取り巻く環境だったり、今後の流れ、そしてもう実際に出会いのある可能性、そして良い出会いを引き寄せるためにっていうところを見ていきます。はい、では見ていきます。まずね、あなたが出会いに対してどんなお気持ちでいるのかっていうコンディションっていうところをこの2枚で見ていくんです。先ほどもお伝えしたように、出会いに対して前向きなお気持ちでいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。受け取りたい、出会いたい、ね、そんなご縁があったら手繰り寄せていきたいっていう思い、出会いに対してもあなた自身が今前向きに捉えている、希望を持っていて進んでいきたい、恋愛したいとかね、いい人に出会いたいとか、そういうこともすごく入ってきています。で、そして一部の方では一通り恋愛が終わって、その恋愛から今次のステージに新しい恋愛をしようっていう風に切り替えたよっていう方もいるかもしれません。はい、ということで見ていますね。そしてそうですね、じゃあ実際にここでもう出していきますね。出会いありそうなんですか、どうなんですかっていうところについて、可能性としてはすごくあります。切り開いていく、あなたが求めていくなら可能性がすごく広がるし、もしあなたが求めなくて動かなかったとしても、向こうからやってくると思います。ブーケのカードが入ってるから、贈り物、プレゼント、お届け物ということで、あなたが受け取るギフトとして新しいご縁がやってくるんじゃないかと出ていますね。そしてあなたが動けば動くほどその可能性がどんどん広がっていくので、ぜひここは新しい出会いに向けて準備をしたり、そして心構えをしておいたりとか、新しい場所に出かけるっていうこともすごくいいと思います。今まで自分が知らなかった世界に足を踏み入れる、このコミュニティに参加してみようとか、こういう場所に出かけてみようとか、あなたが積極的に動いたりしていくことで変わっていきますよっていうのが出ています。はい、で可能性がありそうということで、今後じゃあどういう流れで出会いが訪れてくるのかなっていうところや、あなたの周りの環境も見ていきます。周りの環境すごくいいんですね。あなたを取り囲む環境でワンドの3番が出ています。新しい出会いに対して応援してくれる人が出てきたりとか、あなたの近くにもうすでに協力者がいらっしゃるんじゃないかと思うんです。お友達からの紹介とか、あと同じ会社やコミュニティの中での出会い、これから新しく参加する場所での出会いっていうのもすごくあります。そして流れとしては、やっぱり一番最初は誰かの紹介とかパブリックな場所での出会いっていうのがあるので、お店の中で出会うかもしれないし、コミュニティですね、 SNS とかマッチングアプリとかで出会う可能性がある、すごく相性のいい方ですね。後でその
出会う可能性の高い方の特徴も出していくんですが、もうここで出てきているのが、ある程度立場のある方、年上かもしれないし、役職に就かれているかもしれません。責任感のある立場、お仕事をされているんじゃないかな。人前に立ってお話をされていたり、周りをまとめる役だったりとかも担っているかもしれません。あと専門職ですねっていう可能性があるかなと思います。そして性格がすごく優しくて、そうですね、面白い方っていうのが入ってきます。まず一番に入ってくるのが優しいっていうのがありますね。そしてそんなに変わったことしないと思うんですけど、発言にちょこちょこ面白みがあったりとか、人とは違う見方を持っていたりとか、ただ周りの方に対しては平等に接するよっていうのが入っているので、そこに対しては絶対的な信頼感を置けるような方なんじゃないかと思います。茶目っ気があるかなっていう感じはします。そうですね、年上の方、役職のある方から年下の方まで、今回ね幅広く可能性あるよっていうのが出てきているので、そうですね、手に職を持っている方、職人気質な方っていう可能性もある。だからあなたが積極的に動いていけば、いろんな人と出会えるから、その中であなたがどの人とご縁を紡いでいこうかなっていうのがね、見えてくるよっていうふうに言われています。期待してください。周りの環境もすごく良い、あなたのことを後押ししてくれるような風が吹いている状態です。そうですね、最初はコミュニティとか会社の中の知り合いだったりとか紹介っていうのが濃厚かなと思いますね。そしてその方とデートを重ねるっていう可能性がすごく高いです。複数人いらっしゃるかもしれない。マッチングアプリとかだといいなって思う方が複数現れたりとか、実際に会ってデートしてお食事してっていう方が複数人いて、その中であなたが一人の方に絞っていくような流れになってくるんじゃないかなと見ています。そして出会いの時期については、ここ幅広く取ってください。もう過ぎてしまったんですが、そうですね、もうすでにね知り合っている、これから恋愛関係に発展していく方から、これから先出会う人まで、今幅広く出ているよっていうのがあります。そうですね、今これをリアタイでご覧になっている方は、こちら2023年6月に動画を投稿するので、そこから半年以内、もっと短いと思いますね。3ヶ月以内、今3ヶ月以内の出会いで見ていて、ジャスト3ヶ月以内でデートだったりいいなって思える人が現れる、固定の方が現れるよっていうのが出てる。その方ともっと親密になっていけるかどうかっていう、ちょうどそのタイミングが3ヶ月後っていうところなので、もうすでにいいなって思ってる人がいるか、今これからすぐ出会うかっていうタイミングのところに今いらっしゃると思いますね。そしてその後もね見ていきましょう。そしてより良い出会いを引き寄せるためにっていうアドバイスと、今のあなたにとっての課題点っていうところも出しています。課題点がまずソードの点なんです。ソードの点っていうのは、痛みを乗り越えて次の夜明けを待つ、夜明けがやってくるっていうね、闇が明けていくっていうカードです。なので過去の失恋だったり恋愛に一区切りついた自分の思いが一段落、整理ついたよとかね、区切りがついてもう次を向いてやっていこうとかっていうところ、次の始まりっていうサイクルを迎えているので、もうこの恋愛に対しての痛みだったり辛い思いからあなたは抜け出して、未来スタート始まっているんです。もうすでにね歩み始めているんですね。だから今まで恋愛に対して苦しい思いをしてきた、ずっと長いこと思い続けていたとか、中にはお別れしてしまったっていう方もいると思う。その苦しみからとか恋愛に対するトラウマから抜けるんですよっていうのがねもう出ているんですね。はっきりと出ています。次のステージへも向かっていきましょう。向かいたいっていう気持ちも強いですしね、あなたがいつまでもこの場所にいられないし、いつまでもねこのままじゃ嫌だから自分を変えたいとか、ポジティブになっていきたいっていう思いがすごく強く現れているし、そして出会いもやってくるので、あなたの恋愛観がガラッと変わる可能性もあるし、自分が新しいねその恋愛の人生を歩んでいくんだっていうスタートがまさに始まっていきます、今から。で、中にはもうすでに始まっているっていう方もいるかも。少し前までの
辛い痛みから抜け出して、もう違うところを目指していくっていうね、もうそんなスタイルをとっている方ももう現時点でいらっしゃると思います。そしてより良い出会いを今後引き寄せていくために、強めていくためにどうしたらいいのかっていうのがハーミットのカードですね。ここ自分の心の中を見つめていく、内面を見つめるカードです。そしてまずサイクルを一つ経験するっていうのが入ってくるかなと思うんですね。その中には昔の痛みから抜けて新しい自分に脱皮するかのように、美しい蝶に変容するかのように、このようにね、辛かったんだけど明るい未来を目指していって、そしたらその後どうなったかっていうのを一通り体験することが今あなたが必要なことだっていうこと、そして必要というかもうすでに行われているから必然的にその流れを受け取ってくださいと。その一つの経験、苦しい思い、痛み、これも全て学びになっていくんだ。これから先の未来変わっていくための一つの出来事だったんだっていうふうに自分の中で捉えられるようになるよっていうことですね。自分の心の中を見つめていく。まだこの痛みから抜けきれない、忘れられない人がいるという方は、それでもなんとかね変えなきゃいけないっていう、そんな自分もいるという方はね、まずこの痛みを取り除いていく作業から始めていきましょう。一つ一つ手作業になっていくかもしれない、時間がかかるかもしれない。だけど3ヶ月後のあなたは他の人と、過去の人ではなくて今出会っている人やこれから出会う人とデートする未来が待っています。だから今あなたができること、より運をね引き寄せていくことっていうのは、自分の内面を見つめて痛みを取り除くこと、心に穏やかさをもたらしていくこと、そしてもうね自分の中でどうしていきたいかっていうのが見えているんです。もうこんな痛い思いしたくないから、そして誰かと寄り添っていける、そんな人生を歩んでいきたいと思ってるし、自分も受け取りたいんだって、愛を送ってほしい、もらいたい、受け取りたいっていうふうに思ってるから、それをぜひ受け取ってください。受け取る準備をするために心に余裕を持っておきましょう。なかなか心が落ち着いていないっていう方は、まず心の癒しっていうところ、そして自分がどうやって出会いを求めていったらいいかわからないっていう方は、方向性をまず内面を見て目的を定めていくことっていうのがアドバイスですね。常に自分の心を穏やかにさせることプラス、自分の方向性を模索していくことっていうのがいいのかなと思います。ですが自分の心の中を集中しすぎていても、そこでバランスが崩れてしまうので、自分のことだけっていう風になってしまうので、このカードも出ていますからね、外のことも見ていきながら自分の心のバランスも取っていくっていう感じだと思いますね。自分の中に集中しすぎちゃうと、内にこもりすぎちゃって外の世界に出ていく勇気が出てこないとか、視野が狭くなっていく可能性もあるから、ある程度のバランスをとっていきながら、フットワーク軽めにして動いていかれるといいんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、ではここで早速カードを足していきましょう。どんな人と出会う可能性が高いのか、先ほどお伝えした方の他にもう少し詳しく、その方の特徴をもらっていきます。オラクルカードよりまずもらっていきますね。いやー、いいですね。3ヶ月以内にデートできる相手がいらっしゃるんじゃないかな、出てくるんじゃないかなと思います。最初は少しお堅い感じがするので、お互い緊張していたりとか、出会った時ですね。あとそうですね、お店の中で出会うとか仕事先で出会うっていう可能性も高い。でもうすでにね、出会ってらっしゃる方もいると思います。もしくはこれから出会うよって方、またお花のカードですね。ブーケ、お花。はい、この方すごく魅力的でサービス精神旺盛な方ですね。年下さんっていう可能性も強くなってきましたね。一緒にいてドキドキするんじゃないかなって思います。はい、刺激的な方。お花が今出てきているので、お花に携わるお仕事だったり、花柄の
モチーフのもの、お洋服を着ている可能性もあるしね、アイコンが花を使われている可能性もあるんじゃないかなとも思いますし、お花って香りがするし、なので香水とかも、お花系の香水を使われていたり、または存在感もあるんじゃないかと思うんですよね。そしてプレゼントするのが好きっていうのが出てきているので、あなたに何かしらご馳走してくれたりとかプレゼントしてくれるんじゃないかなっていうね、サービス精神旺盛の方ですね。そしてハーモニーのカード、調和のカードが入ってきました。誰とでも仲良く、やっぱり親切な方ですね。みんな平等に扱う方っていうのが出てくるかな。だけどその中でもあなたのことを人一倍特別視してくれるような方なんじゃないかなと思いますね。ちょっと天然さんな感じもするなと思います。そうですね。遊び心もあってユニークだし、でもね、責任感をしっかり持っている方だから、行動がちぐはぐになることはない。なんか一緒にいて可愛いなとか可愛らしいなとか楽しいなっていう風に思えるようなお相手なんじゃないかなと思いますね。そしてもう少しね、ルノルマンも足してもらって、タロットでももう少しね出していきます。で、今これをリアタイでご覧になっている方は7月8月出会う可能性濃厚なんじゃないかなと思います。水辺もいいですね。プールや海とかもいいと思います。そこで出会うとかっていう可能性もあるかな。もう少しその方の特徴を見ていきましょう。はい、鎌のカードが出てきています。たくましさも持っている、勇気、たくましさ、決断力もあると思いますね。はい、結果にコミットする力も持っている。そして物腰柔らかなんですけど、決めるときはちゃんと決めるよとか、言うべき時に言うよっていうのがあるから、優柔不断ではないんじゃないかと思う。一見優柔不断そうに見えるんだけど、心の芯がしっかり通っている方だと思います。はい、もう1枚、出していきましょう。ペンタクル6番ですね。やっぱりみんなに対して平等だったり、あとはやはり何度も同じようなことになってしまうんですけど、副賞になっちゃうんですが、同じようなカードが出てきているので、最初はそのお店の店員さんとお客さんのような立場だったり、仕事の間柄だったりとかっていうところで出会う可能性がすごく高いし、出会ってるかもしれないなと思います。華やかな方なので目立つと思いますね。はい、そして、みんなに対して優しいなっていうところ、そしてあなたとの相性もいいんじゃないかというふうに見ますね。はい、ソードの3番、あなたの心の傷を癒してくれるような方ですね。一目惚れにする可能性もあります。あなたが、お相手か、もしくはあなたが一目惚れするっていう可能性もあるし、中には社会的立場だったり、先ほどもお伝えした店員さんとお客さんのような立場を超えて恋愛に発展していくっていう可能性も高いかなと思います。今のところ可能性として、年齢で言えば年下さんから年上さん、同い年までたくさんの方が候補として今可能性が広がっているところだから、そこであなたがどの人とご縁を紡いでいくのかっていうのもね、ご自身の心に従ってやってみてくださいって。いや、決められないぐらいたくさん出会いあるっていう方はね、いろんな人と交流してみて、それでどの方が自分と相性がいいのかなっていうのを見定めていくのもいいんじゃないかなと思います。あなたの心を優しく汲み取ってくれるような方だと思うので、このピンとくる方、がいたら、もうその方っていう風に決めてしまってもいいんじゃないかなと思いますね。いや、なかなか決めきれないっていう方は、3ヶ月後いろんな方とデート重ねて、その3ヶ月過ぎてからゆっくりと決めていってもいいんじゃないかなっていうぐらいね、落ち着いて対応していきましょうっていうのがあります。急いでこの人っていう風に決めなくても、今は大丈夫っていうのが出てますから、この特徴の方、身近にいる、または現れてきたらぜひ参考にしてください。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。こちらはあなたの魂を探求するというカードです。自分の心を探求する、まさしく忍者と同じようなカードですね。自分がどの方向を向いているのかとか、今何を感じているのか、どう思っているのか、
この人特定のことについてどう思ってるのかとか、自分自身が今どうしたいのかとか、そういうことを常に意識することっていうのが大切。でも先ほども言った通り、そこに意識しすぎてしまうと外の世界に目を向けていく機会が減っていきそうな感じ、流れでもあるので、ある程度見つめて、落ち着いたら外を向いてまたへこむようなことがあったら自分の中をまた整理するってことを繰り返していかれるといいと思いますね。そしてこちらは植物のお花がね描かれているオラクルカードです。このカードは椿が書かれていますね。花言葉は控えめな美しさ、誇り、そして理想の愛とあります。あなたの理想に近い方が現れると思いますし、そして出会う方が華やかなのに対してあなたが控えめな愛情を注ぐ方だと思うんですね。なのでその派手な恋愛というか、みんなから注目が集まるような恋愛をするというよりは、この人華やかなんだけどあなたとひっそりと育んでいくような恋愛になるかもしれません。カードの意味としては、あなたの優しい気持ち、そしてお相手と信じ合う気持ちっていうのを大切に持ってください。この新しく出会う方だったりとか、今出会いがないっていう方でも、周りの方々に対してあなたが感謝の気持ちを伝えることだったり、自分自身を信じることだったり、信じる気持ちを大切にしてねっていうメッセージです。はい、ぜひこちらもお受け取りください。今回は出会いありますかということで、今これを見たタイミングで3ヶ月以内の出会い運出しています。ぜひ参考にしてください。1番さん、素敵な方との出会いがありますし、複数人出会う可能性があります。あなた次第で可能性が広がっていきますので、ぜひ外の世界に踏み出していっていきましょう。今自分自身を変えるタイミングがやってきています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今出会いありますかということで、この動画を見たタイミングから3ヶ月以内の出会い運について見ていきます。よろしくお願いします。まずはルノヌマンカードから、あなたが今出会いについてどう思っているのかっていうテーマカード1枚出していきます。メインとしては今新しい出会いを求めている方向けのリーディングです。そしてこの後にタロットカードで展開していくんですが、3ヶ月以内に出会いがある可能性、高いか低いかっていうのを出します。はい、なのでこちらもねご覧になってください。6番雲のカードですね。今あなたが出会いに対してちょっともやついてるっていうのが出てきているから、そのもやもやしているっていうのは気持ちの整理がまだついていないのかもしれないし、新しい出会い欲しいなと思っていても準備ができていないのかもしれない。自分の環境がどうとか、心の整理がどうとか、恋愛に対してまだ前向きになれないとか、なぜかというと先行きが見えないからとか、確約できていないからとか、あやふやだからっていうのが入ってくるかなと思います。もう少しタロットカード展開して見ていきます。こちらのタロットカードから7枚カードを出して、今後の出会いに対してどう流れていくのかな、あるかなないかなって、可能性どうかなっていうところや、今のあなたに対する課題点や今後より良い出会いを引き寄せるためのアドバイス、そして周囲の状況っていうのも合わせて出していきます。もしかしたらこれから晴れてすっきりとした天気の中、つまり綺麗な環境というか、何も問題のない環境の中、自分が健やかに生き生きとして出会いを見ていけるような状況になるかもしれないしっていうところで、どっちだろうっていうふうにあなた自身が今困惑してるのかもしれない。それか出会いが欲しいけど何か理由があるとか、こういうことがあって今出会いに目を向けられないとか、こうだから自分はダメなんじゃないかとか、何かが心の中で引っかかるっていうのがあるかもしれない。
そうですね。ソードの10タワーのカードが出てきています。そうですね。まず今のコンディションっていうところで見ていくと、忍者のカードと雲のカードなので、やはり自分の中でもう少し答えを出すために考えたいとか、まだ今は一人の方がいいのかなとかね、新しい出会いに目を向けずに、まずは自分の状態バランスっていうところを見ようかなとかね、そういうことが今伝わってきます。なので周りに目が向けられないような心の状態だったり、あと周りが騒がしいからそこから抜け出して一人で今ゆっくりとしたいんだとかね、そういうことも入ってきます。なぜだったら周りの状況のところにタワーのカードが入ってるんですね。つまりあなたの心を揺さぶるような出来事があったんじゃないかと出ていますね。誰かそのような存在がいるのかもしれない。衝撃が走った、予測していなかったような出来事が起きた、誰かの何か言われた衝撃的な一言を言われたのかもしれないし、誰かからそういう態度を取られたのかもしれないし、あなたとしてはその特定の相手に対しての信用がなくなっちゃったとかっていうね、期待していたんだけど逆に出ちゃったとかっていう方も多いのかなと思います。だから周りの状況が特定の相手じゃなかったとしても、周りの状況ですね、こうだからっていうことで、自分は今ちょっと一人になりたいんだとか、恋愛から少し遠ざかりたいとか、自分の中でいろいろ考えて、新しい出会いにまだ目を向けられないのか、目を向けたいけど状況がとかっていうのか、もしくは自分の中で責任感を感じていて、未来お約束できる何かを自分は持っていないからっていうところで、少しねまだ恋愛に対してもう明るくね、もう前向きにスタート切っていこうっていうような状態ではないのかなっていうのは出てきています。じゃあこの後ね、どういう出会いあるのかなって、出会いの可能性としてどうなのかなってはっきりと答えを出していくと、出会いの可能性はあると思います。恋愛観が全く変わるような、あなたが特定の誰かに対して不信感を抱いてしまうような出来事があったりとか、恋愛そのものに対して不安に思ってしまう、自分の感情が揺さぶられてもうダメなんじゃないかって思ってしまっているっていう方だとしたら、そこを助けてくれるような存在の方が現れるし、またこの新しい出会いがあることによってあなた自身が自分に自信を取り戻せるというか、自分は自分であっていい、そのままの自分でいいんだっていう風に思えるような、そんな流れになっていきます。今すごく辛いとか、結構ショックなことあったんだよねとか、そういう方が多いのかなとも思うんですね。また恋愛だけに限らず周りの環境なので、恋愛するにあたって障害になるようなことがあるとか、そこに対して自分はもうダメなんじゃないかっていうふうにどん底まで落ちてしまっているようになっているような状態なので、できる限り周りとの揉め事ごたつきに巻き込まれたくない、これ以上ね深手を負いたくないなっていうところが正直なところで、イコール恋愛においてもあまり前向きな気持ちになれないのかなっていうところが出てきていますけど、そこから盛り返していきますからね。この3ヶ月以内に今起こっている出来事は解決の方向に向かっていきます。もうこれ以上痛い思いや苦しい思いをすることはない。で今全くね何もないよっていう方だとしても、これから先近未来の間に心揺さぶられるようなことが起きたとしても、そこから挽回して全くガラッとね変わっていくから、だからこれから先何かがあったとしても、落ち込むことがあったりとか、未来に対して不安に思うようなことがあったとしても、または何かしらの条件において恋愛できないってことがあったとしても、それをクリアしていけるような出来事が変わっていく、流れが変わっていくから安心してねってことは言われています。ただこの痛みは乗り越えていくっていう過程は踏んでいくので、この痛みを乗り越えて、だからこそつながる思いとか結ばれる気持ち、関係性っていうところまでたどり着いていくので、ここを経験してからこそっていうのがね
ありますからね。はい、で3ヶ月以内だと、3ヶ月後のあなたですねだと、ここに寄り添ってくれる人がいます。はい、小さなお子さんもいます。みんなで仲良くこの幸せな気持ち、幸福感に満たされて、気持ちを分かち合って楽しく暮らしていきましょう。そんな3ヶ月後になっています。今一人ぼっちっていうカードがかなり多く見受けられるんですが、そこから救いの手が出てくるんじゃないかと思うんですね。専門家の方かもしれない、あなたを支援してくれるような方、後押ししてくれるような方かもしれないし、ご縁をつないでくれるような方が現れるよっていうふうに言われています。紹介者っていうことも可能性としてあるので、 SNS のマッチングアプリだったりとか、そうですね、人からの紹介として新しい出会いがある可能性があります。今すごく辛いですね。もやもやしているとか、自信がないとか、その中にはね、はっきり言って失恋してしまったとかっていう方もいるかもしれないんですが、これから新しい出会いのところ、流れが変わっていきますから、はい、今の苦しみを乗り越えて、今度こそ分かち合う気持ち、喜び合う気持ちっていうのを共有していけますよっていうのが出てきています。はい、では見ていきましょう。課題点です。まずここがあなたへの今の課題点として、マジシャンのカードが出ています。本当だったらあなたできるよっていう風に言ってくれてるんですね、マジシャンのカードが。あなたの今の状況の中でも苦しい状況だし、一人ぼっちっていう風に感じてるかもしれないけど、いやそうじゃないんだよ、そうじゃないところに目を向けて、あなただったら可能性を自分の力で広げていく力持ってるからっていう風に言われてるんですね。あなたがもうダメだっていう風に思ってるかもしれないけど、そこから変えていけるのは自分の力なんだよっていう風に言われています。逆境があるかもしれない、周りの状況的に恋愛するのは、新しい出会いを求めるのは困難だって思ってるかもしれないけど、ここからあなたの工夫次第で変えていける力持ってるから、自分の力信じてっていう風に言われています。あなたが自分の人生の主人公なんだから、自分で自分の人生を作り上げていくんだよっていうね、はい、クリエイティブなカードが出てきていますね。そしてこちらのカードですね。このカードは、アドバイスカードです。どういうことをしていけばより良い出会いを引き寄せやすくなっていくのかっていうアドバイスカードで、ワンドのキングが出てきています。まず目標を定めましょう。今の状況から抜け出したいですよね。今多分辛いんじゃないかなって思っています。もやもやするとか、新しい出会い欲しいけど出会いないとか、可能性ないんじゃないかって、過去のことに引きずられているとか、そういう状況からまず抜け出すための目標を設定していきましょうって。あなたが今の状況から抜けたいと思うのであれば、自分がどこに目標を定めるのかっていうのをまず定める。新しい出会いを求めるために自分が動いていくのか、それともまず今の状況を整理するために取り組んでいくのかとか、目標は人によって様々あると思います。でもその目標を乗り越えていく、解決する力持ってるから、自分信じてっていう風に言われてるから、自分が何から取り組んでいけばいいのかっていう目標をまず決めて、そしてその目標の中において小さなステップを積み重ねていきましょう。自分の力を信じて、まだまだこんなものじゃないよ、モチベーション高めていこうっていう風に元気づけてくれているカードたちです。今ね、こうやってうつむいている時代はもう終わっていくんだよって、これからは手を取り合っていく時代がやってくるから、それを作り上げていく、自分の力で変えていくんだよっていうね、あなたの力を信じてっていう風に強くメッセージが入っています。だからこの雲を吹き飛ばしていける力を持っているからねってことです。そこから晴れ間を出させましょう、太陽を出していきましょうっていう、そんな力強い風のカードやモチベーションを高めていくことによって、あなたは状況を変えていけるから、どうやったらあなたのモチベーションが高まっていくのかな、今の状態から抜けていくためのモチベーションとして、だからね、目標を定めていくのが一番分かりやすいんじゃないかなというふうにね、出てきています。今の状況を変えるのは力を持ってるから、あとはそれをうまく発揮していくだけだから、一歩踏み出していくだけっていう風にね、出ています。いや、その一歩がなかなか難しくてとか、今そんなこと言ってられないような状態なんですっていう方だとしたら、まず時間を置きましょう。
一呼吸を置いて落ち着いたら目標を決めて取り組んでいくっていう風にね、必ずここはあなたが自分で作り上げていけるもの、自分の人生、自分が主人公だから大丈夫よっていう風に言われてます。そして3ヶ月後、打って変わってあなたは誰かと楽しい気持ちを共有していると思います。嬉しい気持ち、つまり新しい出会いがあって、その方ともう交際っていうところまで行っている可能性もあるし、好きな人と手を取り合って喜び合う気持ちっていうのをここで感じてるよっていうふうに言われてるから、今とは全く違う状態、流れになっていると思います。また新しい出会い、もしくはもう出会ってるかもしれないけど、この人とのご縁を紡いでくれる人がいると思います。はい、そしてでは出会いの時期だったりとか特徴っていうのももらっていきます。はい、まず3ヶ月以内で見ているので、3ヶ月以内までに出会いがあると思いますね。そして出会いね、新しい人との出会いで見れば、もう今これからすぐ出会う可能性がすごく高いですね。これをリアタイでご覧になっている方は2023年6月に投稿するので、6月の末ぐらいまでにはもうこの暗闇から抜け出すタイミングがやってくると思うし、早い人だと6月末ぐらいまでに新しい出会いがある可能性がある。それを引き寄せる力ありますからね。あなたが切り替えて新しい出会いに向かって一歩進み出したら、そこから早く出会いが訪れるんじゃないかなとも思います。いや、もうちょっとねゆっくり進みたいんだよっていう方は全然構わないです。ここ幅広く見てください。今この2023年6月末ぐらいから2024年の冬あたり2月いっぱいぐらいまでの可能性があるよっていうふうに言われてるので、3ヶ月過ぎちゃうんですけど、3ヶ月過ぎた後もまだまだ可能性広がっていくよっていうふうに言われています。ざっくりと今、6月ねリアタイでご覧になってる方っていうのは半年以上ね出会いの可能性がありますから、その中で自分でチャンス掴んでいきましょうっていうのが出ています。じゃあ特徴をもらっていきましょう。どういう人と出会う可能性が高いのかってことで、まず一つ言えるのは、今のあなたの恋愛においてそれの気持ちを持ち上げてくれる人ですね。辛い過去、悲しい気持ち、今、恋愛に対してモヤモヤするっていうところに対してはっきりと方向性を示してくれる人、あと気持ちに寄り添ってくれる人ですね。ご縁、絆、つながりっていうねリボンのカードが出てきています。はい、まず特徴があるんじゃないかと思います。分かりやすい特徴なので、例えば目尻にほくろがあるとか、身長がものすごく高いとか、パッと見分かりやすい外見、服装をしてると思います。髪型とかね、遠くから見てもこの人だって分かるような服装に特徴があるかもしれないですし、そういうところもね見ていきましょう。楽しい人っていうのが出てきます。おおらかで楽しくて、こうやって両手を広げているんですよね。人と人をつなぐような方だと思うし、人脈が広い方っていうことですよね。あなたとの共通の知り合いがいるし、この人自身も友達多いとか仲間がいるとかね、決まった集まる人がいるのかもしれないし、その仲間のところにねあなたが案内されていくのかもしれないなっていうのがあります。またそうですね、すごく喜びに強い人っていう喜びのエネルギーをすごく感じるので、出会いの季節で一番可能性が高いのは3ヶ月後、8月が一番濃厚なんじゃないかなと思います。でもね、幅広く取ってください。6月、7月、8月ぐらいが濃厚で、それ以降も来年の2月ぐらいまでは余裕持って見てくださいっていうのが入っています。ですごくパワフルでエネルギッシュで活気に満ち溢れてる方、遊園地行ったら絶対ジェットコースター乗るよねっていうような、そんなテンションの高い方、賑やかな方だと思います。明るい、思いやりもあるから、人の気持ちを底上げしてくれるような明るさと思いやりの気持ちを持ってて、そしてみんなで仲良くしようっていうスタンスを持っている方、底抜けに明るい方ですね。輝いているし、外見的特徴がある、本当に小麦色の肌をしているとか、遠くから見ていてもこの人だっていう風に分かるような外見をしていると思います。もう少し出していきます。
絆やご縁、つながりを大切にしてる。ここね、カップの10もそうだし、リボンのカードもそうだし、とにかく喜びに強い人っていうのが入ってくるから、好きな映画とか音楽も明るめだし、好きな映画も、楽しくなるような、シリアス系よりだったら楽しくなるようなっていうのがね、そういうのが好きな人だと思います。コミックスとかね、そういうの見たりする時も、ダークよりかはもうギャグっていう風にもう振り切ってるような方なんじゃないかな。かなりはっきりしてると思いますよ。存在感がある。そして道のカードも出てきていますね。あなたの方向性を示してくれる人っていうのが出てるから、リーダー的な立場だと思うし、性格的にそうかもしれない。引っ張ってくれるような人、頼りになる人、明るくて頼りになって親分肌というか、江戸っ子気質かもしれないしね。どうでしょうね。あなたはどちらかというと、辛いことがあったら一人で抱えてしまうっていう癖があるに対して、この人はそんなあなたを暗闇の中から引っ張り上げてくれるような底力を持っていて、苦しいことも全部ね、受け止めて二人で一緒に乗り越えていこうっていうスタンスの方です。だから自分の中に閉じこもらないで、私に相談してっていう風に言ってくれる人だと思います。しっかりと方向性導いてくれる方っていうのがはっきりと出てきています。お仕事としてもね、パフォーマーさんかもしれないし、あとは教職に疲れている方かもしれないですね。教えている方、育成されている方とか、医療関係だったりとか、性格としてはすごく明るいですね。底抜けに明るい、びっくりするぐらい明るいと思います。そしてご縁も、大切にしている方だから、人と人をつなぐようなお仕事をされているかもしれません。性格がとにかくもう明るいにつきますね。みんなで楽しくやろうとか、あなたと自分とこの人とね、あなたと一緒に楽しみたいとかっていうところがあると思います。もう少しね、特徴をもらっていきましょう。ワンドの5番のカードですね。かなり賑やか、周りの人が賑やかで、スポーツやってるとか、体力自慢、スポーツ得意、社会人野球とか、大人になってからでもスポーツやってたり、何かに所属していたり、ジムに通っていたりとか、友達と一緒に遊びながら、例えばボーリングに行ったりとか、体を動かして遊んだりするような方だと思いますね。エネルギッシュな方です。ちょっと落ち着きがないかもしれないけど、いざっていう時はしっかりと示してくれる方っていうのが入ってきています。力自慢とか腕相撲大会とか好きかもしれません。あなたとの相性もいいんじゃないかな。この人と一緒にいると悩みが晴れるとか、もう笑ってストレス解消されるとか、あなたもこの雲を吹き飛ばす力持ってるんだけど、この人もすごいあるよっていう感じかな。この人も雲を吹き飛ばす力持ってるし、なんだったら雲を吹き飛ばす風じゃなくて、この人太陽かもしれないですね。存在が、あなたがこの今抱えているモヤモヤを自分自身で吹き飛ばせば、この人がもうここにいるよみたいな風に伝わってくるから、もう近くにいらっしゃる方かもしれない。あなたがこの迷いのトンネルの中を抜け出した途端に、明るい光とともにこの人がやってくるような、そんなね出会いになるんじゃないかなと思います。すごくいい、決められる即断即決っていうのがあるから、出会ってすぐ交際っていう可能性もある。意気投合するっていうのがね出てきています。波長が合うと思いますね。そしてそうだな、どちらかが迷った時にどちらかが支えて答えを2人で出していくとか、道を決めていく選択肢、そうですね、2つに分かれてどっち行くっていう時も2人で話し合って、よしじゃあこっちっていう風に決めていけるようなスムーズな流れ、交際っていうのがあります。そうですね、告白してくるのもこちらの方なんじゃないかなと思うし、はっきりとストレートに好きです、付き合ってくださいっていう風に正式にお付き合いしましょうとか言ってくださると思います。安心してこの人と結ばれてもいいのではないかと思います。はい、それではお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。そうですね、まず一つは、あなたが勇気を持ってこれから今の状況を抜け出していくこと、今必要なのは、まず一番最初は勇気なんじゃないかな。そして
何をどうしたいのかっていう考えを整理して、そこから一歩踏み出していく力、行動力っていうのがまず一番最初に必要なことだよっていうふうに言われています。そしてこちらは植物が描かれているオラクルカードです。このカードはハイビスカスがここに描かれていますね。はい、ハイビスカスのカードのメッセージは官能性を放つっていう意味があるんです。官能性って何っていうと、あなたの感覚や感情に直接働きかけること、つまりはあなたの心を感動させるようなこと、自分が感動するようなことをしてみましょうねっていうメッセージなんですね。ハイビスカスのメッセージは繊細な美しさ、そして新しい恋、上品な美しさという花言葉があります。そしてその他のカードからのメッセージとしては、情熱、愛、美しさというメッセージがあります。あなたの心を揺さぶられる、感動するようなことを体験しましょう。それは五感から伝わってくるもの、美味しいものを食べたり、好きなことをしたり、ゆっくり眠ったりとか、半身浴をしてリラックスするとか、あとは自分磨きをするとか、音楽を聴く、踊るとか、自分が五感を使って今やりたい、刺激になる、感動する、映画を見るとかね、そういうことをする、泣くっていうのもね、いいですよね。泣いて全てを流して浄化しきるとか、そういうことであなたの心を磨きましょう、ピカピカにって。はい、感動することをぜひやってみてください。そうすると新しい恋っていうメッセージがもう入ってきてるので、この迷いがいずれ晴れて、新しい恋が3ヶ月以内にやってくる可能性がすごく高まります。いや、全然信じられないっていうような現状かもしれないけど、未来っていうのが全然違うので、3ヶ月後あなたは今いる目線から全く違うところから物事を見ていると思います。はい、ということで今回は3ヶ月以内に出会いありますか、そしてどんな方ですかっていうところまで見ていきましたので、参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは出会いありますかということで、この動画を見たタイミングから3ヶ月以内の出会い運を見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、ルノルマンカードからあなたが今出会いに対してどんなコンディション、どんな気持ちでいるのかっていうところをテーマ1枚もらっていきます。そしてその後にタロットを使って、同じく今後の流れだったり、もうはっきりと出会いのあるかどうか、可能性を見ていって、出会いを引き寄せるためにどうすればいいのかっていうところも見ていきます。まずテーマですね。1枚ハートのカード、すごい。ノルマンカードね、その36枚基本あるんですけど、その中でも愛情そのものを表すカードとしてこの24番ハートのカードがあるんですね。待ってるんじゃないんですか、あなたが新しい出会い。今回ね、新しい出会いをベースとして見ているので、出会いを求めている方向けリーディングなんですが、素晴らしい出会いがあったらいいなとか、恋人欲しいなとか、真実の愛を探し求めていたり、自分が与えたり与えられたりとか、本当に思いやりの気持ちを持って紡いでいく恋愛をしたい、純粋にもうそこに尽きるなっていうのがね、入ってきています。また出会いに対してね、ワクワクする気持ちを持たれていたり、前向きに今捉えていらっしゃるのかなとも思います。こっちおいで、早くこっちだよっていうのもね、伝わってきますね。ではタロットカードから7枚カードを出していって、見ていきましょう。実際じゃあ3ヶ月以内に新しい恋愛の出会いあるのかなっていうところ、そしてもしあるのであれば、それは一体どんな人なのかとか、出会いの時期っていうのも見ていきます、ね。今いつでも OK っていうね、愛情を表すハートのカードが出ているので、それに対してどう流れていくのかなって見ていきます。はい、で見ていきましょう。これですね。
待ってくださいね。はい、これです。はい、見ていきましょう。そうですね。出会いね、求めてますよっていうハードのカードテーマに対して、ちょっと待ってねっていうね、いうのも入ってきてるんですね。こちらがあなたの今のコンディションっていうところで見てるんですが、愛を求めているんですけど、なかなかいい出会いを見つけられない、模索中だったりとか、良い出会いに結びつかないとか、出会いはあれど自分の求めている理想とは違うとかね、そういうちょっとギャップっていうのを感じます。自分が求めているもの、理想としている相手に出会えないのか、出会っていても何度かね出会いはあったんだけど長く続かないとか、いやこの人じゃないんじゃないかっていうふうに自分の中で思っていたりとか、そうですね、こう何かこう動かない、物事が進んでいかないっていうのを感じます。これが今の現状とか出会いに対する、そうですね、あなたのお気持ちっていうところを見ています。今あなたが求めている状態とギャップ、理想と現実のギャップを感じているかもしれないし、そしてこれから今後の流れっていうところを見ていくと、出会いはありそうなんです。ただしあなた次第っていうのが出てきているんですね。マジシャンのカード、ムーンのカードっていう風に流れていて、3ヶ月後新しい出会いをものにできるかどうかっていうのがあなた次第だよっていうのが入ってます。もう少し深く見ていきます。で、実際にじゃあ可能性的にどうなんですかって言ったら、やっぱりここもあなた次第っていうのが入ってきていて、これを良しとするのかなしとするのか、ありとするのかなしとするのかっていうのを決める、考える、測っていく、自分でどう感じるのかっていうところですね。出会いはあれど好きな人ができないのか、好きな人がいてその人と結ばれなくて、で他の人からアタックされてとかっていう可能性もあるし、で3ヶ月以内に出会いがなくても、いずれ自分の理想となるような方と出会えたらいいなっていうところに落ち着くのかもしれないし、あなたがその時この3ヶ月以内でこの流れをどう受け止めて、どう感じて、どうしていきたいっていうところを明確にしていけばいくほど、見えてくるものが出てくるんじゃないかと思うんですね。がっかりすることとか不安なことに目を向けすぎてしまうと、そこからその先の未来っていうところが、理想とのギャップっていうのがどんどん生まれやすくなっていくので、自分の理想に近づけるためにはどうしたらいいのかな、自分から歩み寄ることも必要だよっていうアドバイスが入ってきています。出会いそのものは可能性としてはあるけど、それをあなたが恋愛的出会いとして受け取るのか、それとも受け取らないのかっていうところで、かなりこの大きく変わってくるんじゃないかなと思います。そうですね。なので今回この本当だったら3ヶ月以内に出会いそうな時期っていうのを出してるんですけど、今回3番さんはあえて出さない方がいいんじゃないかと思うんです。あなた次第で変わるからっていうカードたちから伝わってくるからです。あなたがそれをありとして受け取るのであれば、早い時期もしくは3ヶ月以内とか、3ヶ月過ぎてしまってからでも出会いの可能性はあるけど、あなたが何かにこだわっている可能性もあるし、自分の求めているものと違う、だから妥協したくない、それでいいんだっていう方はそれでいいと思う。だから、そこのさじ加減、自分の中の見方によって変わってくるよっていうのがあります。そうですね、少し3ヶ月過ぎてしまうかもしれないんですが、これをリアタイでご覧になっている方はね、具体的な時期としてお伝えするのであれば、2024年の3月いっぱいぐらいまでには大きな出会いはありそうだっていうのはあります。その出会いを自分の中でどう受け止めるのかどうかっていうことだよっていうのは入ってきてますね。だからあえて具体的な時期をぼやかした方がいいんじゃないかっていうのが今カードから伝わってくるんですね。はい、ただ数字としてお伝えするのであれば、そこまで幅広く取った方がいい、3ヶ月以内でっていうふうに見ない方がいいよっていうふうにここでは入ってきています。では周りの環境的にどうなのかなっていうのを見ていくと、ソードのキングのカード、そして、そうですね、あなたにとっての課題点のところでソードのページが入ってきています。この2つですね。なので今ここの2つに焦点を絞って見ていきます。周りの状況としてはそんなに悪くはないし、もしかしたらですね、その異性の方で
そうですね、今あなたのことあなたの目上だったり、現パートナーかもしれないんですけど、元パートナーだったりするかもしれないんですけど、この人によって左右される可能性はあるなっていうのがあります。例えば今その好きな人がいるっていう前提では見ていないので、新しい出会いを求めているんだけど、気になる人がいるとか、この人から何か異性の方ですねから声をかけられるのか、なんか左右されるところがあって、なかなか新しい出会いにたどり着けないとかかもしれないし、頼りにしてるっていう風に見る場合もあるんですよね。頼りにしてる、周りの人で頼りにしてる人がいて、この人っていうのがなんかね、人物としていらっしゃるんじゃないかなと思います。キーパーソン的な存在です。自分の新しい出会いを言ってしまえば阻害してしまう、障害となるような方なのかもしれないし、逆に応援してくれるような方なのか、このキーパーソンがいるっていうのは入ってきています。そしてね、この人がね応援してくれればまた風向きも変わってくるかもしれないし、読み方としては、この人がいるから自分の新しい出会いに向けて今取り組んでいけないとか、物事が滞っているっていう風に読む可能性もありますね。かなりこの人を気にしてるんじゃないかなと思います。で、全くこの特定されている人物、気になる方いないよって、気になるっていうのは好きな方とか、前のパートナーだったりとか、自分にとっての人物っていう気になる人、応援してくれる人だったりとか、全く異性の人何もないよっていう方だとしたら、自分の気持ちなんじゃないんですかっていうのが出てきています。誰かを頼ろう、誰か人任せにしていたりとか、出会いの方からやってきてくれたらいいなとか、あなたのこと好きだって言ってくれる人が何もしなくても現れてくれたらいいなっていうふうに思っているところがあるんじゃないんですかっていうところとか、他力本願ではなくて、自分の意思で自分で決定して自分で動いていく、自分で情報を集めて新しい出会いに向けて自分からもアクションしていく必要があるんじゃないかっていうカードからの少し厳しいメッセージになるかもしれないけど、待ってるだけだと物事は進んでいかないよっていうね、そんなメッセージ、応援メッセージが入ってきています。不透明なものがあればクリアにしていく必要があるし、気にがかっていること、先行き見えない不安とか、そういうところを解消していくアクションを自分から起こす必要があるし、現状を変えたいと思うのであれば、変わらないかなではなくて、変えるために何をすればいいのかっていう具体的な計画性を持って進んでいこうとか、そんな応援メッセージが入ってきています。そうですね、冷静に落ち着いて感情に振り回されないようにっていう風に出てますね。出会いに対してがっかりしちゃうっていうところと、いやまだ本当はねここに希望があるんだよっていう、このカップの5番のカードが出てるので、あなたの感情が大きく揺れるようなことが今後訪れるかもしれないんですね。出会いはあれど自分の期待通りにならないとかかもしれないですね。でそこに対して期待通りにならなかったからもう終わり、ダメとかがっかりしちゃったとか、そこで終わるんじゃなくて、この後ろにあるカップをいかに早く掴み取っていくかとか、そこにシフトチェンジしてあなたが素早く動いていくことによって現状を打破していけるという流れになっています。このような結果が出ました。なのでこの出会いをものにしていくかしていかないかっていうのが、あなたの立ち回りとか考え方、捉え方次第で変わってくるよっていう結果になりましたね。ではここで出会いありそうな方の特徴を見ていきましょう。可能性の高い方の特徴です。どんな方なのかなっていうのを見ていきましょう。まずパンダのカードですね。自由な方です。体が大きめかもしれない、力が強いとかパワー系の方かもしれないし、そうですね、あと食べ物が好き、食べることが好きとか、お料理が得意とかっていう可能性もあります。そうですね、もうちょっともらっていきましょう。性格はのんびり屋さん、マイペース、もしくははっきりしている方なのかなと思いますね。羽織物コートを着ていらっしゃったりとかかもしれません。なんか夏でもね冷え対策してるとか、
もう少し見ていきましょう。アクセプタンスのカードですね。あなたを解放させてくれるような方なんじゃないかな。出会いの方としてはおしゃれに気を使っている方だと思います。そして自由のカードも出ていて、今現状あなたが停滞していたり、物事がね理想の描けていないっていうのが出てきているので、そこを変えてくれるような方、動けない理由、現状、原因があるんだったらそこを取り除いてくれる、手助けをしてくれる方だと思います。そして穏やかな方ですね。ネズミのカードが出てきていて、もう少しもらいましょう。体の大きい方っていう風に伝えたんですけど、瞳の大きい方かもしれませんね。ネズミだから体が大きいもしくは小さい方、どちらかに極端に分かれるんじゃないかなと思います。複数の出会いがあるんだったら、体の大きい方と小さい方といるという感じです。複数人出てくる可能性もあります。道のカードですね。はっきりしている方ですね。あなたの不安を取り除いてくれるような方、可能性として。そしてあとはタロットですね。あなたがストレスを抱えやすいとか、なかなか決められないっていう時に頼りになる方だと思います。仲間たちと遊んでとか、みんなで楽しく遊ぼうっていうよりは、一人を好む傾向がある。みんなと仲良くする時間もあるけど、家に帰って一人で映画タイムを作っていたりとか、自分自身の中でSNS の中で一人で自由にねやっていたいとかっていう方かもしれない。割と自由な方、決して一人ではないんですけど、一人の時間も大事にしたいよっていう方ですね。エネルギッシュな方っていうのも入ってくるので、そうですね、この方、そうだな、スピード感もあります。だからこの方から声がかかるんじゃないかなと思います。最初は大丈夫とか手伝おうかとかってそういうことかもしれないし、ちょっとした一言から始まっていく可能性もありますね。迷っている時にとか、あなたが例えば道で迷子になっている時に案内してくれた親切な人とか、そういう出会いから始まっていくかもしれない。心配性なあなたを大丈夫だよって包み込んでくれるような方だと思います。はい、その7番、そうですね。相性がいいですね。この人との波長が合う、お互いを伸ばし合っていけるような関係性だから、お互い成長し合っていく、この人と接点を持つことによって成長し合っていくような関係性です。ただしポイントとして気をつけるところとして、何かを物事を決めるときに独断しないことっていうのがそれぞれ入ってきています。この人もマイペースなところがあるから、事後報告になる可能性もあるんですね。もちろんね、気遣ってくれてあなたを支えてくれる可能性も全然あるんですけど、時によっては独断して後からね事後報告されて困っちゃうって時もあるかもしれないし、あなたにもその傾向があるんですね。ネガティブになってしまうと、いやもうこの人はね私のこと好きじゃないんだっていう風に、この人が嫌いとか好きじゃないよって言ったわけでもないんだけど、自分の中の頭の中でね、脳内でこの人は私のこと好きじゃないんだっていう風に思ってしまって、もうダメだ、連絡するのやめとこうとか、なんかねそういう風に、自分の心が不安定な時ほどお互いのことを信頼するとか、連絡まめに取り合う必要があるねってことは出てきています。だから連絡のやり取りはまめにした方がいいのかなって、その方がお互いのストレスかからないっていうのが出てきていますね。なのでこれからもしいいなって思う人と出会った場合、連絡取り合う時にあなたも不安だよって思うことを不安だっていうふうに伝えたりとか、お相手からももし自己報告されたら、事後報告じゃなくてもう最中でいいからどんな進捗具合なのかってことを聞いてもいいと思う。この情報の共有をしていくことっていうのがお互いの距離を縮めるポイントの一つとして入ってきています。そうですね、あなたが気になることについてアドバイスカード1枚2枚もらっていこうと思います。
これから先あなたがより良い出会いをつかんでいくために、もう少し具体的にどんなことをすればいいのかなっていうのも、出していきましょう。まずアクションすることっていうのは入ってきてるんですね。動けないとかどうしようって思ってる、なんかこう考えてることと理想と現実とね違うなっていうことに対して、まず何かしらのアクションを起こさないと、この今の状況変わっていかない、新しい出会いの引き寄せになっていかないよっていうことは伝わっています。なので何かしらアクションをすることっていうのがまずアドバイスでもう前提として入ってくるので、まず動いてみましょうっていうことですね。そしてその他にももう少しもらいます。じゃあどうすればいいのということでもらっていきますね。まずは、これもねつられ人のカードが入っています。まず焦らないでって、アクションは起こすことは、必須なんですけど、焦って何か物事を動かす必要はない。まず落ち着いてゆっくりと冷静に対処しましょう。俯瞰的に物事を見れるのであればベスト。もし自分で俯瞰的に客観的に見れないっていう方は、信頼できる人に客観的に見てもらってアドバイスもらうとか、アドバイスもらったらそれを素直に受け取って参考にして動いてみるっていうことがおすすめです。で、なかなかやって頑張ってみても物事動かないよっていう方で、しばらく忍耐が必要だよってことが入ってきています。待つこと、そして調和のカードですね。まず自分自身の心を平穏にしていきましょう。平和、自分の心の平和を取り戻しましょう。時間がかかるかもしれない、自分の理想の形を描いていけるために、だけどその時間も楽しんでいけるぐらい余裕を持っていきましょう。で、自分から動かなくても向こうからやってきてくれるわけではないので、何かしら少しでも自分から動いていく必要がある。動くというのは自分の気持ち、心の安定を図るために具体的なアクションを起こすことから始めてみてもいいと思いますね。あとは時間がかかること、しばらく時間かかるんだってことを捉えることっていうのもね、受け止めることっていうのもアクションの一つになると思うので、これを乗り越えた先に穏やかな世界が待ってるんだとか、先行き見えないけどまず動いてみた先に、失望することもあるかもしれない。だけどがっかりすることが全てじゃないんだってことに気がつくことができるとか、未来を変えることってできるんだってことを改めて実感できるようなことがあるかもしれません。まずは穏やかに時間を過ごしましょうっていうこと。あとは対策を練って動けることがあったら動く。新しい出会いに対してはあなた次第、捉え方次第だよっていうふうに出てきているので、あなたがどう捉えていくのか。どうしても自分は理想の通りに、理想の方と理想通りに恋愛していきたいんだっていう、ここをベースに考えたい方っていうのは、もう3ヶ月っていう期間にとらわれず、長い目でゆっくり物事を捉えていってもいいんじゃないかっていうアドバイスも出てますし、それをあなたがどう受け止めるのかっていうことですね。はい、こちらも出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは幸せの波をあなたが作り出していきましょうというメッセージです。これは植物のオラクルカードになっていて、ここに描かれているのがアイリスというお花です。花言葉は希望、信頼、勇気、友情です。希望を持って、そして自分自身を信じて勇気を持って動き出してみましょう。そしたら良いニュースが届けられるでしょう。はい、このようなメッセージがあります。新しい出会いに対してあなたにとってお知らせが舞い込んでくるので、まず自分を信じて希望を持って進んでみてくださいっていう応援メッセージでした。今回は今この動画を見てから3ヶ月以内に恋愛的出会いはありますかということに対してのリーディングを行っていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。恋愛的出会い3ヶ月以内にありますかというのをテーマに見ていきました。何かしらの参考になれば幸いです。はい、ということで今回はこちらのタロットカードからプチ3択占いを行っていきます。
そうですね、今回出会いについてテーマとして取り上げていきましたので、そしてね、より良い出会いを引き寄せるためのアドバイスももらっていきましたね。では、今あなたができることですね。今その出会いをメインとして見ていますので、新しい出会い求めているよ。じゃあ自分どういうことをしていけばいいのかな、そしてどういうところに出会いのチャンスがあるのかなっていうところで見ていきましょう。はい、こちらから3枚タロットカードを出しています。これを参考にしていきましょう。選択肢関係なく左、真ん中、右とお好きなもの直感で1枚お選びください。そしてね、こちらのカードも出していきましょう。はい、こちらから合わせて見ていきます。ではまず右をお選びいただいた方です。今あなたがどういうことをしたらより良い出会いを引き寄せられるのかな、そしてその出会いはどこにあるのかヒントをもらっていきましょう。ペンタクル7番と口紅のカードです。交流、会話、自分磨き。はい、まずラッキーカラーはピンクです。ラッキーナンバーは3番。そして口紅、リップね、あとは男性の方でもね、口紅ではなくてごめんなさい、唇のケアをしていくのがいいんじゃないかと思います。あと口そのものなので会話ですね。会話を一回見直してみましょう。コミュニケーションですね。交流だから新しい交流に自分を飛び込んでいくというよりだったら、今ある関係性を見直すことっていうのもここでペンタクル7番入ってくるから、で見直した後に新しい出会いがやっぱり自分に必要だと思ったら、そこで新しい出会いに飛び込んでいってもいい。まずは今ある関係性を見直す。友達関係だったりとか、あと新しい出会いにつながるようなコミュニティ、今あるところで探してみることと、あと会話ですね。あとリップ、口周りのケアをしていくことや自分磨きをすることっていうのも今できるラッキーアクションとしていいでしょう。では次、真ん中をお選びいただいた方です。ラバーズ、太陽、すごい。ラッキーカラーはイエロー、ラッキーナンバーは5番。そして、太陽モチーフいいですね。日焼け止めを塗って日光浴をする、太陽モチーフのものを身につけるでもいいですね。そしてラバーズのカードが入ってるから、今どういうことをすれば出会い引き寄せられるかなって言ったら、まず純粋に楽しんでくださいっていうことですね。出会いに対して前向きに捉えていってもいいし、今自分が恋愛以外で楽しいと思うことに夢中になってもいいと思う。でラバーズが出てるので、自分の惹かれるもの、楽しいなと思うものだけじゃなくて、人とのコミュニケーションだったりとかつながりっていうのも入ってくると思うんですね。友達付き合い楽しく過ごしてもいいですし、遊びや飲み会とかを開いて楽しく過ごしてもいいし、その人脈の中にとかコミュニケーションの中に、あなたにとってあなたがね、最も輝くべき場所、チャンスっていうのがあるんじゃないかっていうことですね。人とのつながり、もしくは自分が楽しいと思えることを追求していくことで新しい出会いにつながっていくっていう可能性。真ん中の方はかなりね、ここ輝いているので、今恋愛的出会い求めてますって方は、まさに今いい感じに流れていくんじゃないかなと思います。では左をお選びいただいた方、ソードのキングとお菓子のカードです。ラッキーカラーはイエローで、ラッキーナンバーは8番です。はい、甘い体験、誘惑、ご褒美、自分にご褒美を与えてください。美味しいものを食べてもいいし、美しいものを見たり触れたりするのもいいでしょう。自分の心に栄養を与えていきましょう。これね、異性の方ですね、目上の方、年上や目上、立場の上の方や、または関係性を超えた方とのご縁がありそうな予感です。あとは異性のお友達からの紹介とかっていう可能性もありますから、そうですね、リーダー的なタイプで割とクールかもしれない、クールだけど優しくて統率力のある方、もし近くにいらっしゃれば、この方と一緒に
行動することによって新しい出会いが生まれる予感です。はい、もし当てはまる方がいたらこの方を頼りにしてみてください。決断力、決定力のある方や勇気、行動力のある方だと思います。カリスマ性もあるので、あと会話、トーク上手だから一緒にいて楽しいな、頭の回転早いなって思うような方を参考にする。身近にいなければテレビに出てくるような方かもしれないですね。憧れの方で入ってくる可能性もあるので、その方、あなたのね推し様かもしれないしね、テレビを見ていていいなって思うような俳優さんかもしれないので、その方の真似参考するとかファッション取り入れるとかっていうことによって変わってくるかなっていうのもね入っています。なのでこのあたりも参考にしてください。では今回のプチ3択占いは以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。